それからもう一つ法華経を見ていく上で覚えておくと良い分け方がございまして、それが釈尊が教えを説く場所のことです。法華経では2つの場所で3回教えを説くので、2所3へと言ったりします。この2つの場所というのは、霊前へと虚空への2つです。霊前へは今まで何度も説明してきましたが、霊樹線での説法です。序本から発始本までがこの霊前へで、霊樹線で説法が行われます。一方、虚空へというのは、虚空は空のことです。空って思うかもしれませんが、その空なんです。釈尊も教えを聞く大衆も皆お空の上で説法を聞くわけですね。何言ってるかわかりませんよね。これは見法灯本というところで出てくるんですけども、大地が割れて、そこからものすごく大きな多宝塔という塔が出現して、それが空中に浮かびます。それで釈尊は神通力を使って釈尊ご自身と説法の枝に集まった大衆をその宙に浮かび上がらせるわけですね。それから多宝塔の中には釈尊とは別の仏様がおられまして、これを多宝仏というんですけども、そこで二人の仏様が並ばれて説法が始まるというわけです。まるで大スペクタクルの映画みたいな、そんな感じですね。この虚空への儀式というのが、見法灯本から俗類本第22まで続きます。そして、虚空から大地に戻ってきて、もう一度霊樹線で説法がなされます。それが、薬王菩薩本寺本第23から最後の普賢菩薩観法本第28までになります。今説明したことはその都度また話をしていきますが、大体前後半に分かれるということと、それから説法の場所が変わるというようなことを覚えておいてもらえたら良いと思います。それから法華経を読み進んでいく上でまた大事なことがございまして、それは時代性というものです。末法という言葉をご存知でしょうか。歴史の授業で平安時代に末法思想が流行しというようなことを学んだ記憶もあるかと思います。これは釈尊の教えが衰えていく時代の推移を表していて、3つの区分に分かれます。消防、増防、末法の3つです。時代区分はそれぞれ説がありますが、だいたい消防を1000年、増防を1000年、末法を万年と分けるようです。消防時代というのは、釈尊が教えを説いてから1000年は、教えがよく保たれていて、正しく修行がされるので、確かな悟りを得られるという、そういう時代です。増防時代は、この増という字は似ているという意味で、消防時代と似ていて、教えは残っていますし、修行はされているんですけども、確かな悟りを得られない時代。末法の時代というのは、教えは残っているけども、修行や悟りは得られないという、そういう時代です。現代は仏教的に言えば、末法、この末法時代という時代に当たっているとされます。これは、例えば何かのルールでも同じだと思うんですけども、最初はルールを決めるとみんな正しく守るので効果をもたらしてくれる。それがそのうちにルールがあってもあんまりみんな守らなくなるので効果をあまり得られなくなる。ルールだけが文字として残っていて誰も守らないので全く効果がなくなる。そういう状況のことと似ていますね。これを仏教でもいいのですが、これって仏教のすごいところだろうと思います。
普通、先ほど例えとして出したルールというのもそうだと思うんですけども、自分たちが作り出したものは普遍性を持たせるというか、時代を超えて守ってもらえるものとして作り上げると思います。ところが仏教では、その時代性に教えも影響を受けるというんですね。でもそれでは効果がなくなってしまって、じゃあ仏教の教えは力を発揮できなくなるんじゃないか。そんな教えで大丈夫なのかと思うかもしれませんが、それは大丈夫です。その部分をしっかり補うことが法華経で説かれていくんですね。なぜここまで時代性のことを話しているかというと、それは法華経で衝撃的なことが説かれるんです。それは釈尊が、私はもうそろそろ入滅しますっておっしゃられるんですね。これはつまりこの世からもう滅してしまうと。私たちで言えば亡くなる、臨終を迎えるということになるんですけども、仏様の場合は入滅されるとおっしゃられるわけです。じゃあ残された人たちはどうするのってこうなるわけですが、そこが前半の釈問の途中からちゃんと説かれていくんです。ですから法華経というのは、この法華経を何千年も前に聞いた人に対して説かれたと同時に、釈尊が亡くなった後の後の人々たち、今から法華経を読む私たちのために説かれた教えでもあると、そういうふうに言われています。そういった意味で、これは昔に説かれた教えではあるんですけれども、今の人たちがどう受け止めていくかということも求められている教えがこの法華経だということです。だいぶ長くなってきましたが大丈夫でしょうか。もう少し最初に説明をしておかなければならないことがあります。それは法華経のテーマです。法華経には2つのテーマがあって、これまでも話してきましたが、それは平等と永遠ということです。まず平等ということですが、私たちが救われたいと思ったときに、隣の人は救われますが、あなたは救われません。では困りますね。もちろんその逆も困るんです。ですから、誰もが救われる教えを説かなければならない。これが仏様の命題であったわけです。でもこれってとてつもなく大変なことですよね。今、政治や社会の仕組みの中でも平等ということが言われています。でも、そう簡単に成し得ることではないということをみんなわかっています。そもそも何をもって平等というのかが非常に難しいですよね。例えば収入が平等ですとなれば平等と言えるかといえばそうでもないです。同じ収入を得ていたとしても病気にあったり事故にあったり人生それぞれあるわけですね。ですから単純に収入が平等だからみんな平等になるとは限りません。みんな顔も性格も違います。将来技術が発達して顔も同じ、性格も同じなんて時代が来るかもしれませんが、それでもそれぞれ与えられた寿命は違うでしょうね。もしそんな顔も性格も同じような時代になったら想像するだけで気持ち悪いですけども。こういった平等という難しい課題に対して法華経の場合は皆それぞれ徹底的に違うということを基本にしていきます。その部分を読み取った後の人々が十回語具や一年三千という訪問を見出していくのですが、とにかくみんな違うということを徹底して見ていくわけです。これはみんな違うっていうこともそうなんですけども、自分自身も同じではない。常に変化していく、常に移り変わっていくっていうことを前提にした上で、みんな違うんだということを見ていくわけですね。ですから人間誰しも同じ平等なんだっていうような表面をさらったようなことを法華経は言わないわけです。しかしそういった違いを踏まえた上で仏になっていくっていうことを探っていくのがこの法華経のあり方です。まず法華経では法華経が説かれた当時一番成仏できないと言われていた二乗という人たちを手始めとして平等というあり方を模索していきます。ただここにも時代的な制約があるとされていて、法華経は法華経が説かれた時代当時の差別意識などの制約も受けていると言われています。ですからこれも後の人が
その制約を乗り越える教えを見出してくれています。そしてもう一つのテーマである永遠ですが、これは平等に救われるのは今日までで、明日からはもう救われません。では困りますね。今は期間限定なんて商売が流行っていますが、こと成仏に関しては期間限定なんて言われると困っちゃうわけです。これは先ほど時代性のところでも説明しましたが、釈尊は入滅していくということを自分から示されて、そして次に続いてくれる人々を募っていきます。継承していく、伝えていくっていうのは本当に難しいことですね。でも釈尊はその難しい問題に対してちゃんと向き合って答えを示してくださっています。しっかりとその困難さに向き合って解決策を示していくのが法華経の凄さだと思います。ということで、後の事柄はまた実際に内容に入っていく中で説明をしていきたいと思います。とにかく法華経は困難な事柄に真っ向から向かい合う教えです。困難なことというのは世の中にたくさんありますし、解決策や答えはなかなか見つかりません。だからといって無視していては何もことは進まないわけですね。困難なことに向き合っていくことで少しずつでも見えてくるものが必ずあるはずだと信じています。次回は序本第1に入っていきます。では本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。はい、ここで補足です。先日、キネトロリさんからコメントをいただきました。コメントの名前の読み方が間違っていたら申し訳ありません。第2回のところで、お話をしましたクマラジュに関してです。今見ていただいている画像の部分でございますけども、ここで私、クマラ、ジーバと分ける方がいいと。こういうふうに話をしたんですけども、コメントにありますように、クマラ、ジーバではなくて、クマラジーバというような分け方にする方が一般的ですよというコメントをいただきました。クマラジュ、そういう読み方になるということになると思うんですけども、以前に私もクマラがその一括りで、ジュがその名前であるっていうような、そういったものを読んでおりましたので、そういうものなのかなと思ってたんですけども、このキネトロリさんの説明にある通り、クマとラジーバというこの分け方で読むというのも非常にわかりやすいな、そうだなということを思いましたので、ここで補足をさせていただきます。キネトロリさん、ご指摘とコメントいただきましてありがとうございました。次回は再来週に序本の動画をアップできると思っております。それではまた。さようなら。